はい、どうも、わきずチャンネルです。今日はですね、渋野日向子選手の2021年開幕戦のクラブセッティングを見ていきたいと思います。はい、渋野選手はピン契約選手なんですけど、今回はドライバーとアイアンに絞ってどんなクラブを使っているか解説していきたいと思います。はい、早速ドライバーですけども、ヘッドは変わってませんね。 G410 のプラス10.5 から 9.5 にロフトを変えてますね。シャフトはスピードエボリューション6だったのをベンタスブルーの 5S に変えてますね。はい、今回シャフトが変わったということで、その辺を中心に見ていきたいと思うんですけども、この表はフジクラアメリカのリストなんですけども、ベンタスブルーですね。まず表の見方になるんですけど、スティッフというのは硬いという意味なんですけども、これは曲げたりねじったりが硬いという、そういう硬い岩とかそういうニュアンスで使います。で、一方のファームっていうのも同じ硬いという意味なんですけども、弾力がありつつも硬い、硬いマットレスとか本来なら柔らかさがあるものを意味する硬いになります。はい、それを踏まえてこのリストを見ますと、ハンドルの手元部分、バット部分っていうのはファームで、少し他よりもややしなる要素があるという、そういう意味になります。で、中間部はスティッフ、硬くて、チップになるとウルトラスティッフ、かなり硬い、中間からチップにかけてかなり硬くなるシャフトというのがベンタスブルーの特徴です。はい、では実際に EI チャートを見ていきたいんですけども、この表の右上の、バット部分からですね、で中間部にかけてファームからスティッフということで、緩やかな直線を描いて、滑り台を描いて、中間からチップにかけて、上向きに膨らんで、これがウルトラスティッフの要因になります。で、この辺りの EI チャートの見方というのは別の動画で解説してますので、ぜひそちらもね、見ていただけたらと思います。はい、次に変更前のシャフト、スピーダーエボリューション6を見ていきたいんですけども、スティッフ、ファーム、スティッフということで、一見ベンタスブルーと違いはかなり違うなという印象なんですけども、共通点としてはミッドのファームからチップのスティッフ、ミッドからチップにかけて硬くなっている、そういう点が似ているので、渋野選手はそういう振り心地が、好きなのかなと。ミッドから先端にかけて硬くなっているシャフトが好みなのかなっていうのが分かります。そして、全体的な合成は硬くなっているので、やっぱり体力アップ、筋力アップをかなり積んでいるので、ヘッドスピードが上がったりとか、あとはアメリカの経験が生きてベンタスブルーになったのかなと思います。はい、次にピンの I210 を見ていきたいんですけども、これは名機入りだと個人的には思ってまして、使ってる選手も多いっていうのもあるんですけども、アーノルド・パーマー招待でデシャンポーが優勝して、パー5を1を狙ったっていうね、試合なんですけども、それの2位になったリー・ウエストウッド選手が、使ってるのがこの I210 なんですね。はい、この選手は47歳で、もうすぐシニア入りというんですけども、この難コースで2位になったっていうのは、素晴らしいことなんですけども、その要因になったのがこの I210 で、それの特徴がこのバウンス角が多いっていうことにあるんじゃないかなと思います。バウンスっていうとなんか跳ねるとか、直訳するとそうなんですけども、ゴルフに関してのニュアンスで言えば、クラブが必要以上に地面に潜らないための装置っていうのがこのバウンスの意味なんじゃないかなと思っています。はい、I210 のバウンス角なんですけども、7番アイアンで9度、ピッチングウェッジで13度っていう風になっていまして、これは日本の別メーカーのクラブですと7番アイアンで3度、ピッチングウェッジで6度っていう風にね、倍以上も差があるんですね。はい、日本に関してはやっぱりマットの上で打つ機会が多いので、仮にボールがクラブより5センチ手前から入っても、バウンスがあろうがなかろうがソールが滑ってナイスショットになるっていうので、あんまりバウンスの必要性を感じる場面が少ないんですよね。でも実際にアメリカは練習場も芝生なので、5センチ手前から入るとやっぱりミスはミスで、バウンスが少ないとそのままボール
の下にクラブが刺さってしまって抜けずにミスがミスになると。でもバウンスがあることによって5センチ手前から入ってもバウンスが刺さらずに滑ろうとしてくれてボールに当たって、なんとかミスがミスになりにくくなるっていうのがバウンスのお助け機能なんですね。はい、この辺の機能っていうのが世界で活躍する選手に選ばれる理由の一つで、渋野選手が i210 を手にする理由の一つじゃないかなと思います。はい、ということで今日は渋野日向子選手の開幕戦のクラブセッティングをお届けしました。もしこの動画が良ければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。並びに高評価低評価ボタンどちらでも構いませんので押していただければ励みになります。ではまた。